メタン、済んだもんはもうダメなのだ。 AI に仕事を全部取られて最後は餓死するのだ。ずいぶん急ね。どこでそんな話を仕入れてきたのかしら。タイムラインなのだ。ホワイトカラーは全滅、新卒は採用ゼロ、若者は増えなくなるって毎日流れてくるのだ。なるほど。その3つは実は難易度がまるで違う主張なの。1つ目は起きているか、2つ目は日本で起きているか、3つ目は制度が壊れているかの話を全部一緒くたにしてたのだ。今日はそれを一つずつ一次資料にあたって分けていくわ。結論から言うと答えはイエスでもノーでもないの。メタン、始める前に確認なのだ。これは AI は怖くないから安心しろって言いたいだけの動画なのだ。いいえ、それをやったら煽っている投稿と鏡合わせよ。結論を先に決めて都合のいい数字だけ拾う。今回はその逆をやるわ。ルールは3つ。一次資料にあたる。数字は必ず分母とセットで見る。そして安心できない数字も削らない。怖い数字もちゃんと出すのだ。出すわ。実際若者の雇用には無視できない数字がもう出ている。それを隠したら検証じゃなくてただの気休めだもの。まず1つ目の問い、仕事は本当に減っているのか。一番有名な調査から見ましょう。スタンフォード大学デジタル経済研究所の通称炭鉱のカナリア研究、給与計算大手 ADP の数百万人分の実際の給与データを使っているわ。アンケートじゃなくて本物の給与明細なのだ。それは強いのだ。そう。そしてこの研究が見つけたのがこれ。22歳から25歳 AI に強くさらされている職種の若者の雇用が同世代の他の職種に比べて 19% 低い水準にある。 19% なのだ。やっぱり餓死なのだ。落ち着いて。この数字は 19% の若者がクビになったという意味じゃないの。ここが一番間違われるところよ。研究チーム自身がはっきり書いているわ。調整は解雇ではなく採用の絞り込みで起きていると。つまり今いる人は切られてないけど新しいドアが閉まりつつあるってことなのだ。その通り。しかも同じ研究がもう一つ大事なことを言っているの。経済全体での広範な雇用創出は確認されていない。同じ論文で怖い話と安心する話が両方出てくるのだ。そこが誠実な研究の証拠なの。切り取る人は片方だけ持っていくけれどね。そしてもう一つ、これも研究の指摘。減っているのはマニュアル化できる知識の仕事。逆に暗黙知や現場経験がいる仕事はむしろ増えているわ。でもメタン、他の研究者は違うことを言ってないのだ。いい質問。イェール大学のガジェットラボが全く逆の角度から検証しているわ。彼らは職業構成の変化スピードを測ったの。パソコンが普及した80年代、インターネットが普及した90年代後半と比べて今の変化は早いのかと。結果はどうだったのだ。チャット GPT 登場から今日まで労働市場全体に明確な混乱は見られない。職業構成の変化速度は過去の技術革新の範囲内だったの。スタンフォードとイェールで言ってることが違うのだ。どっちが嘘つきなのだ。どちらも嘘じゃないわ。見ている解像度が違うだけ。スタンフォードは22歳から25歳の特定職種という虫眼鏡。イェールは労働市場全体という広角レンズよ。森は燃えてないけど一本の木は焦げてるのだ。うまい言い方ね。しかも焦げているのがこれから森を継ぐ若い木というのが厄介なところなの。企業側の数字も見ましょう。人員削減を集計しているチャレンジャー社によると2026年上半期だけで AI を理由に挙げた人員削減が10万1743人。半年で去年の倍なのだ。ただしここにも注意書きがいるの。 AI のせいと発表するのは企業にとって都合がいいのよ。どういうことなのだ。経営に失敗して人を切りますより最先端の AI 投資で組織を刷新しますの方が株価に優しいでしょう。これを AI モッシングと呼ぶ人もいるわ。全部が AI のせいってわけでもないのだ。だから数字は誰が何の目的で発表したかまで見る必要があるの。でもメタン、なんで話がいきなり餓死まで飛ぶのだ。出発点になっている有名な予測があるの。AI 開発企業アンソロピックの CEO ダリオ・アモデイが2025年5月に言ったこと。失業率 20% なのだ。それはもう大恐慌なのだ。そうね。ちなみに世界恐慌時のアメリカの失業率がおよそ 25%。だからあれは相当に重い発言だったわ。でもまだ 20% になってないのだ。予測は外れたのだ。期限が1年から5年だから
まだ判定はできないわ。ただ興味深いことにアモデイ自身が2026年に語り口を変えているの。ジェボンズのパラドックスを持ち出すようになった。効率が上がるとかえって全体の需要が増えるという19世紀の経済学の話を言ってた人が言い方を変えるって結構大事な情報なのだ。そうなの。そして餓死まで飛ぶのは大抵予測に3つの飛躍が足されている時よ。三段跳びなのだ。そして3つ目の飛躍が一番雑なの。失業と餓死の間には精度という長い距離があるのだから、それは第6章でみっちりやるわ。次は歴史。今度こそ本当に仕事がなくなるという主張は実は毎回出てきているの。有名なのが ATM と銀行員。現金自動預け払い機が普及したら窓口係は消えると誰もが思ったわ。普通そう思うのだ。ところが経済学者ジェームズ・ベッセンの研究では、アメリカの銀行窓口係は1980年の約50万人から2010年には約55万人に増えていたの。増えたのだ。なんでなのだ。ATM のおかげで1支店あたりの窓口係は21人から13人に減った。でも支店を出すコストが下がったから都市部の支店数が 40% 以上増えたの。じゃあ AI も大丈夫なのだ。そこで止まらないで、この話にはあまり語られない続きがあるの。2010年代、銀行窓口係はついに減り始めたわ。原因は ATM じゃない。スマホのモバイルバンキングよ。そもそも支店に行かなくなったの。遅れてやってきたのだ。そう。技術の影響は30年遅れて別の形で来ることがある。過去に大丈夫だったから今回も大丈夫は実はかなり乱暴な推論なのよ。日本の例も見ましょう。1955年、日本の就業者のおよそ 46% は農林水産業にいたわ。それが2024年には 2.8%。9割以上の仕事が消えたのだ。餓死の山なのだ。ところがこの期間の日本の失業率はおおむね 1% から 2% 台。高度経済成長期そのものよ。どこに行ったのだ、その人たちは。工場とオフィスよ。第二次産業が 22% から 36% へ。第三次産業はさらに大きく伸びた。仕事は消えたんじゃなくて引っ越したの。やっぱり大丈夫なのだ。マクロで見ればね。でも当時の農村を個人の目線で見ると話は全然優しくないの。集団就職で15歳の子供が夜行列車に乗って上京した。村は過疎になり、家業は畳まれ、家族はバラバラになった。移動には必ず誰かの人生の犠牲がついてくるわ。統計が大丈夫でもその人が大丈夫とは限らないのだ。そこが今日の一番大事な区別よ。社会は適応するとあなたは無傷でいられるわ。全く別の命題なの。2つ目の問い。日本でも同じことが起きるのか。実はここ日本はかなり特殊なの。アメリカと同じじゃないのだ。ほぼまさかよ。2026年3月卒の大学生の就職率は4月1日時点で 98.0%。 前年度から高止まりのままだったわ。アメリカの若者は入り口が狭いのに日本はほぼ全員入れてるのだ。理由は2つ。1つは新卒一括採用という制度。日本企業は今すぐ使える人ではなくこれから育てる人として新卒を取るから AI で初級業務が減っても採用は止めにくいの。もう一つはそもそも人が足りないこと。2025年の人手不足倒産は427件で過去最多。2026年上半期だけで初の200件超えよ。 AI に仕事を取られるどころか人がいなくて会社が潰れてるのだ。日本の生産年齢人口は1995年をピークに減り続けている。この国の基本問題は仕事が足りないではなく人が足りないなの。じゃあ日本は完全に安全なのだ。また急ぐのね。安心できない数字も出すが今日のルールでしょう。2026年3月の有効求人倍率は 1.18 倍まで低下。完全失業者は8ヶ月連続で増加し、失業率は 2.7% に上がっているわ。人手不足なのに失業者が増えてるのだ。どういうことなのだ。ミスマッチよ。介護や建設や運送では人が足りない。でも失業しているのは事務職の人。求人はあるけれどその人がつける求人ではないの。そして日本で最初に影響を受けるのは実は若者じゃない可能性が高いの。すでに起きているのは中高年に対する早期退職の募集よ。怖い形が違うだけで怖いことは怖いのだ。さあ3つ目の問い。一番大事なところよ。日本で仕事を失った人は餓死するのか。するのだ。まず実際の数字を見ましょう。人口動態統計には食料の不足という死因分類があるの。2022年その死亡者数は15人。1億2000万人いて15人なのだ。
ただし正直に言うと、この数字だけで安心してはいけないの。統計には栄養失調という別の分類があって、こちらは年間2000人近い。栄養失調の2000人は AI 失業のせいなのだ。いいえ、その多くは高齢者の疾病や塩化障害によるもの。これを AI の犠牲者と数えたら、それこそ数字の乱用よ。その上で、なぜ日本で文字通りの餓死が年間十数人なのか、理由は制度が何層にも重なっているからよ。5段もあるのだ。特に第2層は AI 失業の文脈で一番効くはずの制度なの。雇用保険をもらえない人でも月10万円を受け取りながら無料で職業訓練を受けられるわ。じゃあ本当に餓死しないのだ。ここで今日一番安心できない数字を出すわ。生活保護の補足率、制度を使う資格がある人のうち実際に使えている人の割合よ。日本は所得だけで見て 22.6%、 資産を考えても 43% 台。資格があるのに5人に4人が使えてないのだ。そういうこと。つまり日本の本当のリスクは制度がないことじゃないの。制度はあるのに届いていないことなの。なんで使わないのだ。知らない、恥ずかしい、家族に知られたくない、窓口で断られた経験がある。理由はどれも人間的で、そして全部が命に関わるわ。だから答えはこうなるの。 AI 失業で餓死するのか、制度の上ではしない。でも制度に届かない人は AI とは無関係にすでに危ない。敵は AI じゃなくて孤立なのだ。ずんだもん。それが今日の結論よ。じゃあずんだもんは何をすればいいのだ。4つあるわ。1つ目、仕事の中身を形式値から暗黙知側へずらすこと。2つ目、AI を使う側に回ること。スタンフォードの研究でも減っているのは AI が人を置き換える職種で、 AI が人を補強する職種は減っていないわ。同じ AI でも立ち位置で結果が変わるのだ。3つ目、これが一番軽視されているけれど一番効くは、制度の名前を今のうちに覚えておくこと。困ってから調べるのでは遅いの。困っている時は調べる気力そのものがなくなっているから。それはすごくわかるのだ。4つ目、収入の柱を一本にしないこと。歴史を見れば移行期に潰れたのは一つの仕事しか持っていなかった人なの。全部 AI が来る前にやっておくことなのだ。そう、餓死を防ぐのは AI の進歩を止めることじゃなくて、崩れた時に掴む手すりを先に用意しておくことよ。今日の答えをまとめるわ。 AI が怖いじゃなくて制度に届かないのが怖いなのだ。そしてこれは AI が来なくても今すぐ直せる問題なの。だからこの動画で一番持ち帰ってほしいのは制度の名前よ。餓死する前にハローワークに行くのだ。それが今日の結論。ずんだもん、ずいぶん元気になったわね。ずんだもんは暗黙知の塊なのだ。 AI には枝豆の気持ちはわからないのだ。最後に一つ、収入の柱を増やす話の実例を紹介させて。さっき言ってた別の入り口なのだ。フードデリバリーのロケットナウの配達パートナー。自分の好きな時間に働けて、面接も履歴書もいらないわ。そして今なら登録の時に招待コードを入れると1000円もらえるわ。コードは MRNMWDEG。 MRNMWDEG なのだ。概要欄にも貼っておくのだ。参考にした資料は全て概要欄に載せてあるわ。数字が気になった人は必ず自分の目で元を確かめてね。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いするのだ。